ちょっと買いたいものがあって今中国の方に向かっています。ネットでも買えるんですけどサイズに不安があって我慢していたんです。で今日からお店が再開したので行こうかなって思って。エッフェル塔の正面を右折して川沿いに走っていきます。この左のガラス張りの建物はパリ日本文化会館です。メトロ6号線の鉄橋をくぐったら左折します。ということで到着しました。ここはサッカーのフランス代表チームのオフィシャルショップです。この隣にはフランスサッカー協会のオフィスがあるんです。以前幸運にも機会があってここにあるワールドカップのトロフィーを持たせてもらったことがあります。今年は実は4年に一度開催されるヨーロッパのサッカーのワールドカップともいえる欧州選手権が6月から始まるんです。それで使っているジャージが壊れてしまったので記念がてらこの白い方を購入しました。まだ安心はできないけれど再開したカフェのテラスを見ると心も少しは穏やかになります。実は最近雲がある空もいいなって思うようになりました。雲があると空に表情がつくし、それにもう一度同じ雲の空を見ることってもうできないじゃないですか。そういうのって素敵だなって思って。こんにちは、ケイスケです。これから戻る感じでリヨン駅の方に向かおうと思っています。じゃあ行きましょうか。とりあえず向こう側に渡ります。この正面の建物、これはオペラ・バスチーユです。この通りをまっすぐ進めばリヨン駅が見えてきます。ただそれだとちょっとつまらないので一旦向こう側に渡ってで少しだけ遠回りをしていこうかなと思っています。バスチーユ広場にはまた別の機会に行きたいと思っています。この辺りもクラシックな建物が続いています。それにしても一般的な建物であっても改修工事をしているところかなり多いですね。ピンクの外壁見えますよね。あの上ってかつては郊外線 RER の A 線が走っていたようなんです。今は遊歩道みたいになっています。日本語で芸術の高架橋という意味のル・ヴィアデュック・デザーまでやってきました。この上にプロムナード・デ・プランテという遊歩道があるんです。上の遊歩道、木が生えているのが分かりますよね。雨がまあまあ降ってきてしまったのでこのまままっすぐ行こうか、それともこの上の遊歩道を歩いていこうか迷っています。遊歩道であれば木の葉で多少は雨がしのげるのかもしれません。とりあえず傘を持ってきてよかったです。ということでここから上に上がって遊歩道を歩くことに決めました。階段が狭いのでひとまず待ちます。結構降ってますね。バスチーユまで500メートルってありますよね。あっという間だったけど結構歩いていたんですね。じゃあ行きましょうか。雨が傘に当たる音さっきより大きくなりましたね。これはサンタントワヌ・デ・キャンズ・バン教会です。1903年に完成したようなんですけれど、僕らがパリで見慣れている教会とは外観が少し異なっていますよね。この散歩道両脇に木が生えているから多少はマシかなと思ったんですけど、雨が思いのほか強く降っていて靴に雨水が少し染み込んできてしまいました。ちなみにこの散歩道プロムナード・プランテは全長が約5キロもあるんです。この遊歩道の下にはショップとかいろいろあるんですけれど、どうせあまり開店していないだろうしここよりは雨をしのげなかったと思うので、まあ上がってきて正解でしたね。こんなものが掲示されていました。ここは散歩をする場所なので
歩行者の邪魔にならないようにジョギングをしてくださいと書いてあります。幅がそれほど広くないので、きっとトラブルがあったのかもしれませんよね。そういえばもともと傘を差す人は少ないんですけれど、こっちで子供たちが傘を差さないのは、傘を差して道路を歩くと彼らの視界が狭まったり、あと強風の時にフラッとして危ないっていうのも理由の一つのようです。この散歩道の両脇には素敵な建物が多いのも、歩いていて気持ちがいい理由の一つだと思います。実は今僕は日本のコンビニで買ってきた透明なビニールの大きめの傘を使っているんですけど、これ丈夫でやっぱり使いやすいんですよね。こういう傘こっちには売ってないんですよね。この白い花は西洋灌木という花のようです。こうやって見ていると高架橋の上にいるとは思えませんよね。この建物素敵ですよね。この一帯はこのタイプの建物が連なっています。この高架の散歩道はこうした閑静な住宅街の中に何ていうか溶け込むように存在していて素晴らしいと思います。こうして見るとやっぱり日本の都市と比べて明らかに緑の量が多いですよね。ところでこの建築様式って何て言うんですかね。ちょっと変わってますよね。この遊歩道の反対側とは全く違うんです。ほらね、これがちょうど反対側の建物です。今日は朝から風が結構強くて、でこういう日って傘を差していても雨が風で内側に入ってくるから濡れちゃうんですよね。それにしてもますます雨がひどくなってきてしまいました。このタイプの建物はかなり広範囲に立ってますよね。この方々傘は持ってこなかったんですね。さすがにこの強い雨だとずぶ濡れになっちゃいますものね。傘を差していても靴と服に雨が染み込んできてしまいました。特につま先と膝が。ここ可愛らしいですよね。もう少ししたらバラが咲き始めるようなんです。こんなところに洒落たベンチがありました。雨がかなり強く降っているので歩かずに雨宿りされています。確かにその方が濡れませんものね。ギャル・ドゥ・リヨンに行きたかったのにちょっと来すぎてしまいました。雨が本当に結構強くて、さすがにどうしようかなって思っていたら、ここに雨宿りをしている方が結構いらしたので、僕も少し弱くなるまで待ってみました。建物に沿って際を歩くと、まあ多少は雨しのげますよね。少し日が出てきました。ということで雨足も弱まって、ようやくリヨン駅の裏側まで来ることができました。それにしても靴はかなり濡れてしまいました。実はこのリヨン駅は僕がモンペリエから初めてパリに上京した時に降りた駅なので、とても思い出のある駅なんです。パリで一番好きな駅かもしれません。ここは駅の第2ホールです。当時に比べるとかなり改修されて綺麗になっています。まずは増設されたホール2の方からお見せしますね。天井が透明なので日の光が隅々にまで行き渡っていて、とても明るい駅です。この駅は高速鉄道の他に郊外線 RER の A 線 D 線、あとメトロの1号線14号線もつながっているとても便利な駅です。ちょうど日本の新幹線にあたる TGV が停車していました。ちなみにフランス語では TGV と言います。もっと人はいないと思っていたんですけれど、まあまあ人いらっしゃいますよね。車両番号と出発時間、そして行き先が記されています。ちょっと失礼なんですけど、フランスの TGV は帝国発って言ってもいいのかなって思っています。そういえば駅構内では無料の Wi-Fi が使えるようになっています。あと TGV の中でも無料で Wi-Fi が使えるようになっているんですよね。じゃあこれからホール1の方に向かっていきます。お店が何店舗か開店していました。シャンデリアが綺麗で目に入ってきました。オ・メルベイユ・デュ・フレッドのお店です。東京の新宿にも出店しているようです。こんなパンもあるんですね。
あとは電子機器とか付属品が売っているフナック、香水とか化粧品が売っているセフォラ、それからネスプレッソのお店なんかがあるんです。 SNSF の切符売り場っていつも並んでるんですよね。今はネットで買えるので、もし電車のチケットを買うようなことがあるときは絶対にネットで買うことをお勧めします。この突き当たりを左に入っていくとホール1に入っていきます。このプケタマンジェはサンドイッチやサラダのテイクアウト専門店で、市内にも多数の店舗を構えています。ホール1に着きました。僕が南フランスから初めてパリ市内に足を踏み入れた思い出のある構内です。このパリ・リヨン駅から TGV でリヨンまではちょうど2時間、マルセイユは3時間、モンペリエまでは3時間半、そしてニースまでは6時間で行くことができます。ニースってそうやって考えると結構遠いですよね。実は視聴者のジョジョポンさんに教えてもらったんですけど、最近パリ・ニース間の寝台列車が復活したようなんです。乗車時間は倍の12時間、6回ほど停車するようです。これは中距離線の電車です。電車って国によっていろんな車両があるので面白いんですよね。ちなみにこの車両はカナダに本部を置くボンバルディア社製です。他に飛行機も製造している企業として有名です。さっきのオステルリッツ駅では車両をお見せすることができなかったので良かったです。これはフランスとスイスを結ぶ TGV の車両です。 TGV には必ず1等2等車があって全て指定席です。日本の新幹線と違って在来線の線路を走るんですけれど、その割には時速300キロ以上出すので結構速いんです。この TGV のように2階建ての車両もあるし、あと売店になっている車両もあるんです。また TGV に乗るようなことがあったらぜひ紹介したいと思っています。ホール1にも案外人がいましたね。そうそう、 TGV って出発20分前ぐらいにならないと何番線から出るのかって表示されないんです。最近はこの駅のように大きな駅や空港には個人個人で電源が取れるようになっています。今は携帯やパソコンの電源が取れるって大事なポイントですよね。この屋根の骨組みの感じがいつ見ても駅っていう感じで大好きです。この駅が南フランスに通じているっていうイメージもあるんだと思います。駅構内から外に出ました。雨止んでますね。相変わらず雲は多いけど綺麗な空です。駅を出たらまず目に入ってくるこの景色も僕は好きです。この駅の外観がまた素敵なんです。この駅もグランパレやエッフェル塔と同じく1900年に開催された万国博覧会のために建設された駅だということです。駅の一角にあるこの大きな時計台は英国のビッグベンに似てますよね。この時計の立方体は各辺が10メートルで、文字盤の直径は6.4メートル、針はアルミニウム製で長針は4メートル、短針は2.8メートルもあるんですね。以前フランスの時計は飾りのようなものだから信じちゃダメですよなんて話をしましたけど、この大時計の時刻は正確なんです。というのもこの時計、現在はオリジナルの機械に時刻信号を受信して駆動するシステムを備えているようなんです。で、面白いのは1999年12月26日に嵐の衝撃を受けてから停止してしまったようで、再開したのはそれから約5年後の2005年2月らしいんです。この話を聞いた時は僕はすぐ映画のバックトゥザフューチャーを思い浮かべました。僕はやっぱり何度見てもこの駅がパリでは一番好きですね。それにしてもこのなんか旅に出るっていう感じの雰囲気がすごくいいんですよね。では出発地点だったオステルリッツ駅の方に向かいます。初めて南フランスからパリにやってきた時に見たこの時計の残像は今でも心に焼き付いています。その時はまさか自分がパリに住むことになるとは思ってもいませんでした。そう思うと明日や未来がどんな日になるかなんて分かってしまったらつまらない人生になっちゃうんだろうなって思います。何も分からないから夢や希望が持てるんだろうなって思いました。ということで
明日もいい日になるといいですよね。それではまた。